いやでもねスト4の時の方が多かったんですよそういうのは。っていうのも対戦自体がやっぱスト4の時の方が圧倒的にやってたからスト5になってからムカついた試合そうでもちょっと冒頭でも言いましたけど組手の試合が終わった後のインタビューでいやあれムカつきましたねって答えたのを覚えてるんですよだからそれを見た人なのかなってちょっと勘違いしちゃったんだけど要はなんかガイル戦じゃないですか普通の組み合わせで言うんだったらナッシュガイルのガイル戦って思いで入ってるのになんかその人読みされることによって試合内容がガイル戦じゃなくなるわけですよ俺の想定してる。でなんかもう前歩きとかずうずうしい歩きとかに対してなんかもう上から目線で歩かれてるような感覚になってたのをすごい言った記憶ありますね。でもスト5の試合だとあんまね当たってないんですよね言うてトータルで4回とか5回とか。スト5はなんか組手で当たるんだよな。あそうだ組手では当たる、ね、組手ではだって何回当たったのって感じじゃん。3回ぐらい当たったの全部で。あそうだね、4回しかやってないよね組手ってまだ56788だね15年16年17年3回当たってるもん。4回やって3回当たるは結構だね。そうでしょ、であとはそれ以外だとスト5って当たった？2回負けたのを覚えてる。1回は最初の年で俺がねヨーロッパのリージョナルファイナルズを優勝しないとあでも負けた方が覚えてるんだな。出場権を獲得できないとで必死こいて当日予選勝ってで1回戦が梅さんで梅さんも獲得してるんだよね確かあの時切符取ってて、イタリアそうイタリア佐古さんもいたやつだろ。そう佐古さんもいた。俺と佐古さんが1位2位で、当日予選抜けて、行ったトップ 16とかの8かなトップ8とか16の試合なんだけどそこでリューナッシュで俺結構自信あったんだけどなあの時な。いやーなんか勝ちたいんだろうなって思ってそれ勝ちたいんだろうなをなんかうまく使えた多分大会で、勝ちたかった勝ちたいんだろうなと俺はそうでもねえんだけどなとそうで結果その大会優勝してるからねしたそうなんだ、ね、でもなんかね不思議なもんでこの勝ちたそうなやつらには勝ちそうだなっていうのみんな結構あれでも決勝フェノムとだったのかな俺ルフィと決勝で俺ルフィだっけいやルフィじゃないと思うな。いやルフィだよ絶対ルフィ。ルフィ？あそうまあいいやまあいいですわ、はははなるほど。それだけ？いやあと1回確かタイで、ナッシュガイルでやってます。タイ？いやこれはねプールが一緒とかで、プールファイナルで当たったんだけどそれも負けたんだよ。てか俺スト5大会全部勝ってないもん。確かに俺負けてるわ。負けた試合しかないわねえ。なんかお前がごめんなさいねスト5シーンでそんなに別にこうなんか目立ってないから俺も別にボンに勝ってもそんなに立つのおいいやなんでよ。いやボンちゃんのプレーは僕は一級品だと思ってます。これは本当に別にこれ本当にそれは思ってます。ただキャラが微妙だから別にそんなになんかボンに勝ったからっつって俺の着順すげえ上に行くとかっていう感じじゃないから印象にないけどよく考えてみれば全部勝ってる気がするな。そうだね、なさそうだな。だって組手も2回5だったでしょ。そうだね、5の2回だね、だから組手イタリアタイ、すいませんいやいいっすけどすみません第一弾別にいいっすけどそれでカフコン連絡になっちゃったんですよね1年目はすみませんでした。あれはショックだったな1年目は。梅さんの方はないですか？ムカついた試合、いやムカついあれお前が組手で竜使ったそう俺その試合しかね俺もね思い浮かばなかった。2個あって1つはその組手でこいつがスト5の時にサガットじゃないですか。スト4ね。スト4でサガット使いじゃないですか。なんですけど竜だったんですよ。で俺殺意で負けた時はちょっとまあでもサガットできても絶対勝てないっていうか当時だから当然の選択なんですけどね、
だからそれは分かってるんだけど、でだからそれはまあしょうがないんですけど、どっちかっていうとこいつのスト4前この話したかな、スト4やって竜サガとかやるじゃないですか。超きっちいんですよ竜サガで30戦とかやって、こいつが勝った時だけ敬語になるんですよこいつ帰り道。それがマジでムカついて。じゃあ一ついいですか、あの頃ってまだね怪しいの今ほどこんな砕けて話せない時期なの。いやいや絶対そうだから。だけど、いや敬語は使ってなかったの。そう確かにスト4の時にはもう全然敬語なんかやめてて、なのにその竜サガでそのクッソキャラのクッソ性能押し付けて1713とかなって、俺もこんなこのクッソキャラと思って、帰り道敬語っていうコンボ締めが完璧って。いやでその敬語も別にその煽りの敬語とかじゃなくて、なんか勝っちゃったしちょっとみたいな、なんかナチュラルに出てる敬語で、確かになんかうざみたいな。それはちょっとまあムカつきましたね。大会じゃないんですけど。そうだから気使っちゃったんでしょうね、なぜか。そのやっちまったってことよ。いやもうクソキャラ使ってんだから気ぐらい使えよってじゃあいいじゃん敬語使っても気使ったんだからいやあったな、いやだから最初で最後だね。お前がやべえキャラを使ったのってあれが俺の見てる感じだとあれが最初で最後、今のとこね。そうだね。それ以降はなんかちょっと頑張んないとダメなキャラしか使ってないから、あの時ぐらいかな、なんか何なんだこいつのこのキャラはみたいな。確かにね。それ以降はどっちかっていうと大変そうですねみたいな言われる方のキャラじゃん。すげえ今言われるもん。でコンバージョンが過去最近ないくらいの。そうだね、多分2012ぐらいいいポジションにつけると思うよ、そのなんかキャラ的には。そうだよね、そうだからまあキャラの強さでその調整でこのキャラが強いからこのキャラに行きますっていうのは今までやっぱやってないから、結局そのスト4で始めた人間なんで、あの時の自分の強くなり方みたいなのをやっぱ追っちゃう部分はあるんですよ。で俺が最終的にそのサガットで活躍できてたっていうのはずっとサガットをメインに据えてやり続けたからこそのものなんだろうなっていうのがやっぱあるから、だからスト5になってもナッシュが弱くなってもナッシュでやろうと思ってたし、ずっとねできるなら1キャラでやりたいなと思ってたけど、ただまあやっぱ時代に取り残されるじゃないですけど、なんか自分だけの考え方をやり続けるほど本当にそれでいいのって、結局シーンが盛り上がってじゃあ賞金も上がりましたとかなっていってる状態で、周りはねだって優勝してじゃあカポンカップ勝ってね2000何百万もらいましたとか E リーグ勝って1500万もらいましたとかなってるとこで、明らかに原因がキャラにはあるっていうのはもうね隠せない部分だから、だったらもう素直に俺もいいんじゃないそろそろって思ってたのは本当今年のシーズンに関してはもう使おうというふうには本当に思ってますね。思ってましたというか思ってます今も。だから今後もその調整で最強キャラが明確に見つかるんだったらそっち行くだろうし、そういうのは今までやってなかったことですけどね、やりたいなって本当に思ってましたねこのバージョンも。ただまあ結構カプコンカップってことだけで言うとコロコロメインキャラ変えてる人が勝ってないんだよな。そうだね。やっぱり例えばじゃあいいよ、じゃあそんならじゃあ2015まで戻ってもいいですよ、2014まで戻ってもいいですよ。はい、桃地の剣、桃地くん、はいはい、数の子のユン、はいはいはい、ナックルのガイル、ナックルガイル、ちょっとやっぱ最強キャラとかっていうんじゃなくて、その一つこだわりを持ってますみたいな。でメーナガチくんでしょ。そうだね。こだわり勢だね。本当だったらじゃあ今年だったらキャミーやカツとかで、はいはいはい、本当にもう露骨にその強キャラっていうかその最強一角って言われてるキャラを、まあ、たまたまって言われればたまたまなんだけどね、まあたまたまって言われればたまたまなんだけど、意外となんかそのだからそれが正しいって言ってるわけじゃないんだけど、意外と貫いた系のやつらが勝ってるのがカプコンカップだなっていう印象。やっぱ特にこのスト5ってゲームは一通り使えるようになるまでのハードルは俺低い
ってやっぱ思ってるから、うんその80点くらいまではすごい出しやすいゲーム、うんだからその最強キャラに移っても勝てるようにはすぐなる、うんそりゃ。ただその本当に競ってる上の人たちとぶつかった時にめちゃめちゃきつい思いをうんするから、ただなんかそのキャラが強いっていうのは絶対正義で、うんそこから連動積んだら絶対返してくれるじゃない、まあ最強キャラは絶対答えてくれるから、うんそこがやっぱいい強いキャラのいいとこだなっていうのは思いますね。弱いキャラはね、いやお前は無理なんだよって、お前は勝てないんだよって言われる試合が絶対にあるんですよ。俺やっぱシーズン2は結構折れましたね。だって大会でじゃあ勝つために何が必要なんですかって言われた時に対戦しないことですが、多分本当に直近の勝率で言うんだったら上がっちゃうから、そんな悲しいことありますか。しかも1年でリセットだしね。そうだね。うんさすがにいやもうその年でこの仕事辞めるならいいですわ。歯くじばりながら引きこもってずっとやってますけど、さすがに今後もやっていくって思ってる人だったらそれはやっていけないと思うけどな。まあでもどうなんだろうな、1年に1回のキャラ調整がないと本当にキャラ固まっちゃうと思うよね。まあそうだね。逆にね。キャラ調整はだからねあってくれないと、年一であるのは一番いいんじゃない。まあでもそこでね間違った調整が入っちゃったとして家庭ね、それがそのまま続いちゃうのはやっぱ問題あるから、なんか手こ入れはしてほしいなって、その行き過ぎてる場合はね、あった方がいいとは思うけど、いやなんか調整の回数って難しいじゃない。だって多ければいいわけじゃないじゃない絶対。まあそりゃそうね、振り回されちゃうからさ。いやただまあもうみんな遊び尽くした感があるから、遊び尽くしたっていうかなんか新要素がないと遊び尽くした感があるから、調整だけだともうちょっともう満足できないよね。システム面でなんか足システさないと。ム、技、キャラもちゃんと強いキャラ、システム面の今回の変更は依存しないキャラもいっぱいいるからね。例えばそのアーマーのさダメージが半分とか本当にキャラじゃん。まあそうね、無敵技がどうとか、そう無敵技がどうとか、確かにああいうとこじゃないんだろうけどね。いやなんかねつくづく思うんですけど、やばいやる気のやつはやばい強いんだなって思うんですよ。なんか俺だもう格ゲー歴が長いからもう20年以上こう最前線にいて思うのは、やべえやる気出してるやつっていうのはやばい強いんですよその時やっぱり。それは才能とかキャラの強さとかもちろんあるんだけど、なんなのこいつのこの今のやる気っていう状態。例えばスト4で言うと、俺個人的に多分シリーズ通して勝ち越せなかったのってワンチャン太郎だけなんですけど、シリーズ通してっつってもウルフォーだけですけどね、ウルフォーの誠になってからだけだけど対戦したのは結局ウルフォーで殺意で勝ち越せなかったの一人だけでワンチャン太郎だったんだけども、やる気がやばいんですよ本当に。だから誠でやってないことは一個もありませんみたいな。でなんか大捨て行くために代々木に住んだみたいなとか、引っ越してね。そうやっぱでもやる気って10年とか続かないと思うから、だから例えばじゃあ時のあいつのやる気なんかの本かなんかでも書いたと思うんだけど、全然強くないやつがゲーセンに好きな女ができて、そいつにこういいとこ見せようと思ってやり込み始めた時があって、全然弱いやつだったんですけどかなり強くなって一瞬で。だからそういうなんか一時的なドーピングみたいなのがあって、だからじゃあサードの時の誰々さんとか、じゃあスト4の時の誰々さんとかあるけど、結局それはその人の能力っていうよりもその人のその時のやる気なんだなって思うところがあって、なんかやっぱりこういざ実際やっても時のやる気がないんだったら誰が来ても結局一緒だよなって思っちゃいますよね。踏まえて一人ってやった時に頭に浮かんだ人ですね。でもなんか俺はやっぱその昔からのずっとやってた人とかの情報がやっぱ
浅いわけですよ。やっぱ経験でいうとね、梅さんとかと比べたらもう多分半分以下だろうから。ただもうまあこれを見てる人とかも多分頭によぎったと思うんですけど、ソニホって1回スト5来たじゃないですか。でファンだっけ？ファンそう最初の年の CPT とかいたんですよ結構、アメリカの大会は。まあいなくなっちゃいましたけどね。でソニホってやっぱもともとやべえ言われてて、どの大会でもやってるゲームはもう1位取るのが当たり前で、もう大会の優勝の数とかも抜けて高いって言ってる人間が、ドラゴンボールが格ゲーで出て、やっぱアーク系のああいうゲームっていうのは日本のプレイヤーが独壇場になるだろうって結構やっぱ言われてて、で実際エボとかもギルティとかね活躍するのは結構日本勢多いから、その延長線でドラゴンボールも行くんだろうなと思ってたけど、それをやっぱあっさり止めてるイメージあったから、そんな人間いるんだったらやっぱやってくれよって正直思いますね。一人用だもんねほとんど多分ね。そうだね。対戦そんなにできないだろうなと思うし。そうだね。だからそのスト5で最初もともと俺全然知らなくて、ソニックホークス名前も知らなくて、なんか他のゲームやばいらしいよつって、でやっぱ他の同じ大会でやってるタイトルを見てると優勝はソニックホークスってなってることは超多くて、でも今後やっぱスト5でも活躍するのかもねみたいな話をしたのを覚えてるんですけど、まあ気づいたらねやめちゃってたから悲しいなって思ってますね。だから多芸で活躍してる、まあ一応俺鉄拳の大会とかも見るんですけど、なんかやっぱ別ゲーすぎてちょっとこっち来てもやっぱ勝手も違うだろうから、活躍っていうのは難しいのかもなっていうのがあるんで、自分が鉄拳で活躍してくださいって言われたら絶対無理だろうなって、ね、思っちゃう部分もあるんで、 2D っていう意味では俺はソニホスかね。なんかでもそんな人がみたいなのはやっぱないですよね。そんな人がいるんですねみたいなないじゃないですか。ベタなのでベタ浮かんだ人ですよね。現実的なところで言って来たら確実にパワーバランスに何かしら影響を与えるだろうなと思うのは、来たらっていうかその真面目にやったらパワーバランスに影響を与えるだろうなと思うのは数の子なんですけど、やっぱり数の子スト5やったらそりゃそうなんじゃんっていうかやってたけど、なんかやっぱいまいちそんなちゃんとやってないじゃんスト5っていうゲーム自体を。そうだね。この時期すごいやってましたとかも多分ないっていうか、なんかそれはもったいないっていうか、まあ別にそれでじゃあスト5最強とかっていう風になるかっていうとまたそれは別なんだろうけど、まあやっぱ強いやつ一人でも多い方が面白いから、で確実に強くなるまでにそんな時間かかんないじゃないですか。それはもうなんか分かるだろうからみんな。数の子別に数の子に限った方じゃないけど、数の子はどうせやれば強いからやった方がいいんじゃないかなっていうのと、でもまあそんなもんかな。みきさんは？俺が言うなら分かるけど、なんでいや俺は分かんないから。いや分かれよ分かれよいやでもやめちゃったからね。いやでもねやっぱりねあれですよ、スト5以外ですごい活躍してますよね。いやまあそうスト3もいや見ました？空海の決勝とか見てないですよ。すごかったですよ。デシケンさんとか。そう俺デシケンさんがあんのかなと思ったの。デシケンはあの人はっていうか彼はサードはもう最高ですよ。最高にいいプレーしますよ。だから絶対プレイヤーとしてはいいんだけど、それこそワンチャン太郎みたいにそのモチベがサード以外に向いてるのを見たことない。だってギルティやりますとかさ、スト4やりますとかさ結構言ってたはず。そうなんだ。だから多分なんならカーペースとかも多分やってたし、スト3っていうのはずっとそのマニアックなゲームとしてこう長いこと扱われてきてるから、まあ彼も自分のプレーがちょっとそのなんていうんだろうな、花があるというか、要するにいいプレーをしているという自覚もあるだろうから、みんなからも言われるだろうし、他ゲーやったらどうなるんだろうっていう興味は本人もあるだろうけど、多分サードほど自分がやってて気持ちがいいゲームがない。気持ちがいいっていうのは勝つ負けるだけじゃなくて操作性とか
試合の内容とか。これ本当普通の世界だと真逆なんですよ。普通の世界だと真逆なんで言いづらいんですけど、やったら姿勢のいいやつは絶対弱いですね。あ、そうじゃない？いる？こういうやつは刀で倒せますね。確かにシャオハイでいけます。なんかなんでなのかなって不思議なんだけど、普通姿勢ってよくあるべきじゃないですか。いやでもだからそんなもんじゃなくて、そうもうこういうもうすごい姿勢のいい人ってなんか弱くない？あれなんだろう？いや筐体のせいじゃない？ゲーセンのその視点でしょ。自分がそのやりやすい高さでやっぱ絶対みんなやるから、こうやるとやっぱやりづらいじゃん。ゲーム画面が下にあると、やっぱ俺すごいやりづらかったもん最初。そういう話ですか？違うの？精神的なニュアンスなのかな。いやでもでも別にこれ正してても勝てることは勝てるわけじゃん。別に今はね。今？だから経験したじゃん。いろいろ経験してるから今は。最初よ。一番最初からこれだと、やっぱ見え方が違うんですよ。だから俺姿勢いい方がいいじゃないですかって言われてるじゃないですか。例えば書道何でもそうじゃないですか。でなんかすげえ昔の古い麻雀漫画で当時のプロはなんか格式高くもう着物着てなんか切り方とかも超綺麗にパンみたいな、もう将棋指しをなぞるみたいな感じで、なんかそういうの時代があったみたいな、すげえあったんだろうなって思うんだけど、もし雀荘にそんなやついたらマジで弱いだろうなと思うんですよ。ね。まあそうだね。雀荘もそうだよ。一緒。雀荘やっぱちょっと荒々しいやつの方がなんか強そうっつうか、もちろんめちゃくちゃ荒いとダメなんですよ。めちゃくちゃ荒いと多分精神的にも荒いっていうか、なんか冷静さを欠いて負けちゃうんだろうなと思うんだけど、なんかやったら丁寧な切り方してるやつって漏れなく弱くない？そうだね。で、なんかすごい丁寧な切り方して押してくるやつっていないじゃん。だってないね。でやっぱ押すってちょっとこう動物的な感覚になると思うんですよ。麻雀でもゲームでも俺は今から攻めるぞっていう時に今から攻めますってないじゃん。ないね。攻めるでおじゃるみたいな絶対大した攻めできないじゃん。やっぱちょっとこうグッとこうなんてこう前がかりになるっていうか、でそれは一見すると姿勢悪いんだけど、やっぱ戦う時の姿勢ってこうじゃないと思うんだよね。ちょっとこうならざるを得ないっていうかさ、だから俺やっぱね、そういうこう闘争本能のないやつだと思いますよ。姿勢のよくゲームしてるやつってのは。でもなんか分かりますよね、それは。だと思いますよ。なんかこうやっぱね、こう、確かに。俺でもやっぱ姿勢はね、すげえ正そうと思った時期あるのよ。麻雀もそうなんだけど、麻雀やってる時もいろいろさ、従業員の掟みたいなのをこなしていくうちに、次は姿勢かなみたいなのがあって。でもずっとこうごめん、じゃあ言うけど、お前のは露骨すぎてなんかさ、お前さちょうどいいところでやめた方がいいっていうか、ボンの姿勢がいい。だからなんかボンちゃんさんすみません写真撮ってくださいです。いいっすよっつった時のどうぞみたいな。何？いやだってさ、だってさ、写真はさ、それよく見える努力するじゃん。残るんだよだって。いや気にしなさすぎなだけだから、それに関しては。いやじゃあまあいいよ、じゃあ姿勢正すいいよ、じゃあわかりました、じゃあはいどうぞとかっていいんだけど、なんかすごいね、なんかこれ今後取りづらいじゃん。今後めっちゃ隣の人にボンちゃん言ってた通りめっちゃこうやるみたいな、シワ超伸ばすみたいな、はいみたいな、パンプアップしたからさ撮るじゃんお前。狂気に血を食ってから撮るじゃん。
ーっつって腕立てそろそろかなみたいなそれはどうなのかなっていうか。いやいやいやそれ言い過ぎっすよ。いや言い過ぎじゃない言い過ぎじゃないって言い過ぎじゃない。いやでもやっぱなんかよくそのだって清潔感があった方がやっぱそれはもちろんいいですよそうですよ。それはもちろんそうです。ってやっぱ思ってるから、うんじゃあだってそこはもう根本的なダイエットをするのも一緒だったもん。まあまあまあそこと同じだからまあできるならねよく見られたいのはあるから、まあ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 。いや俺さやっぱ太ってた頃の、しかなんかちょっとピチピチの服を着て配信出たことがあったんだよ。はいはいはい。今でも画像で残ってるんだけどビフォーアフターで使われるんだけど、うんそのビフォーの時の絵面がもうすごい。どんな写真なの？デブ。いやそれは知ってるよ。知ってるよ。いやなんかねもうねちょっと清潔感のかけらもないですねってなんかもうブイーンでなんか顔毛もちょっと中途半端にしちゃってて、もうどうしようもないこんなになって、もうなんか腹とかもパツンパツンだからちょっと見えちゃう。俺本当にこれはいかん。その後だからやっぱもうこう見られないように。だから俺普段配信とかも背もたれになんかこう深くなっちゃうような椅子は基本絶対座らないんです。でどうしてもそういうのでインタビューとか、ね、これは価値観だな。インタビューの時とか絶対前の方座るからこうやって。いや分かるよ分かるんだけど俺は例えば女性タレントとかがもう足をねテンプレで足をちょっと斜めにして、はい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 、みんなこう座るじゃん、はいはい、スカート履いてねこうその、みんなこうじゃん、はいはい、お前絶対今だけだよねその座り方って。いや日常からその座り方してるんだったら俺も全然いい、綺麗な座り方だなって思うけど、なんか笑っちゃいません？お前人の話入ってこないでしょあんな全身に筋肉使って、腹フルフルさせながらねちょっと腹筋がみたいな。そうだって腹力入れてもうねピタッともうだって軍隊みたいなさ感じの状態なわけでしょ。で俺はいやもっと人の話を聞けって集中して、そっちの方がいいでしょって。だってこんなことやって人の話なんか絶対入ってこないもん。まあ確かにねこっちに意識取られて無理な体勢はきついよね。だったら俺は多少下品でもいいからこういうまあでもねそこはねやっぱり本当人によって変わっちゃうよね。いやまあ俺はそういうどっちかというとその時何が求められてるのか。まあでも、テレビだからなタレントだからな。そうなんですよ。いやだから逆にそういうとこやらないやつ何なのって俺思う部分は結構あるもん。いやそんな普段見られないのに唯一見られます、そんなところも気遣えないのって思う部分あるもん。だから俺はここはやっぱ見られるからちょっと気引き締めましょうみたいなっていうのはやっぱある。まあ俺もなんか人前に出る時にしのさん必ず襟付きのシャツ着る一緒じゃん。一緒だよ。その襟付きのシャツ着てくださいってなるんだよ。その理由もよく分かんないしね。襟の役割よく知らんし。まあね。襟があると何なのって思っちゃう。だから綺麗に見えるってことよね。本当それだけの話だと思う。まあ何の話でしたっけこれ。これは格ゲーが強い人の。だから襟シャツ着てるやつ弱いよだから。な、まあそうね。襟シャツ着てるやつ弱い。襟シャツ着て胸突き出したやつは弱いってことだ。けど読んでました。